古くから名馬の産地と知られる七戸町。実は馬だけでなく牛とのつながりが強い町であることを知っていましたか？今回は七戸町営石倉山放牧場の様子を通して町の畜産業と石倉山周辺の風景を紹介していきます。6月初めの石倉山放牧場。あいにくの雨の中、1台のトラックがやってきました。運ばれてきたのは放牧される牛たちです。放牧場にやってきた牛たちは初めは興奮気味でしたが、慣れてくるとゆったりと牧草を食べていました。放牧場は七戸十和田駅から西に 15km ほど離れた石倉山の頂上付近にあります。標高700メートルほどの石倉山放牧場は冷涼な気候を好む牛が過ごすにはぴったりの場所です。ただ放牧中だからといって何の世話をしなくても良いということではありません。放牧中の牛が怪我をしたり病気にかかったりする可能性があり、日々の健康状態のチェックは欠かせません。また人工授精の実施も放牧期間中の重要な仕事の一つです。90歳を目前にしてなお現役で畜産業を営み、放牧場の管理をされている川村さんにお話を聞かせてもらいました。こちらの放牧場でこの牛のなんとか管理というか、このエリアの管理をされてらっしゃる、今何年目ぐらいになりますか？45年ぐらいここへ監視してるね。45年ですか。昔はここの宿舎に泊まって人工授精以外で4年ずつ人工授精が2人、監視が2人でやってきた。いや、農家に牛を頼まれり、これは自然がただに重いんだよ。発情を確かめてみて、で、今現在人工授精者電話かけて呼んで、何千ら何千に生きてきろって、認識して、最後、それで収まね、牛もあるわけ。そのタイミングでやらないと種付けができないっていうことですか？発情期のみ妊娠可能なため、その時を逃さないようにする必要があります。ある時農家の人がことを話して、とも払わないって思っていろいろ農家の人もあったの。いやいや、それはワインで出てきたんだもの。走り寄ったんだず、発情したのもやんべんにべれに他人つきねにことを終わったらやざんのもあったもんだと。そういうね、君でもな、まあ他人つきして、あれを見れねば、これも簡単にねえんだよ。一般的に人工授精の適期は発情開始後4から16時間と短く、その見極めがとても重要なようです。次々と運ばれてくる牛たち。今度は繁殖農家さんにお話を聞かせてもらうことに。今回は繁殖目的のための放牧というふうに伺ってる、そういったことで合ってます？そうですね、今妊娠期間中なので運動させるのを兼ねて放牧しているという感じになります。やっぱりこう広いところに来ると牛の様子って変わったりします？変わりますね。まあのびのびとしていいんですけど、結局車内で飼ってると運動不足になって難産とかになってしまうので、やっぱり動かせるときは動かしておいた方が牛のためかなと思って放牧はしてます。わかりました。すいません、はい、ありがとうございます。そうして牛たちは広い放牧地にゆったりと歩いていきました。それから2週間後、管理人の川村さんから人工授精を実施すると連絡があり、放牧場にやってくると見事な晴天。天気の良い日は石倉山展望台から牧場の先にそびえ立つ八甲田山脈を眺めることができます。牧場全体はとても広く、画面下から道路を挟んだその先までが放牧地です。
牧場内は立ち入り禁止なので牛を近くで見ることはできませんが、遠くに牛が見つかるかもしれないので、お立ち寄りの際はぜひ探してみてください。人工授精師さんが到着したので現場に向かうことに。肩まですっぽり入る長い手袋をつけて牛の肛門から手を入れ触診することで牛が妊娠可能か確認をしています。左。バッチリ。確認ができたらマイナス196度の窒素で冷凍された精液を解凍し注入器にセットします。先に両脇に穴が開いて、なるほど。こう押し込めばここからこう先溶かしたのが押し出されて、出てくる。はあ、なるほど。今度は牛の膣に注入器の先を入れて精液を注入します。うまくいけば妊娠、そうでなければ次の発情期に再度人工授精を試みます。牛の繁殖はこのようにして行われています。そして七戸町には今回取材した繁殖農家、育成された子牛の競りが行われる市場、体を大きくして肉牛と仕上げる肥育農家と畜産関係者が揃っています。次の動画では県内で唯一の牛の市場、青森県家畜市場を紹介しようと思います。県内各地から700頭近くの子牛が集まる市場の迫力をお伝えする予定です。次回の更新もお楽しみに。